今回は私が旅行に行くとき、毎回忘れてしまいそうになる、そして実際に忘れたことがある持ち物を紹介します。実はつい先日行った国内旅行でも準備万端にしていたつもりが、やっぱり忘れ物がありましたので、皆さんは私を反面教師にして旅行の準備をしていただけたらと思います。そして今回忘れがちな持ち物をリストアップしていくうちに、ある共通点を見つけました。どれも出発する直前にバッグは入れたり身につけたりするものでした。それでは早速紹介していきます。まず一つ目、腕時計やアクセサリーです。スマホを持っていても時間は腕時計で確認する習慣がついているのですが、家を出る前にあたふたしていると腕時計は忘れがちです。普段の生活でも会社に行くとき、歩いている途中で腕時計を忘れたことに気がつくと、なんだかそわそわしてしまいます。女性の方は同じ感じでネックレスやピアスなどアクセサリーも忘れてしまうことありませんでしょうか？着替えている時にはどのネックレスをつけていこうかななんて考えていたはずなのに、電車の時間が迫っていたり、子供をトイレに連れて行っている間にすっかり忘れてしまって、出かけた後にあっと気がついた経験が私は何度もあります。次がスマホやタブレットの充電ケーブルとアダプターです。この忘れ物、ちょうど先週の国内旅行でやらかしました。旅行へ出発する前ってスマホの充電を満タンにしておきたいですよね。私も今回家を出る直前まで充電をしていて、ちゃんとケーブルとアダプター忘れないようにしなきゃなと考えていたのですが、家を出発する5分前くらいになって急に家の中があたふたしだして、スマホは急いでバッグに入れたものの、結局充電に使っていたケーブルとアダプターはコンセントに差しっぱなしにして家を出てしまいました。あらかじめ予備のケーブルとアダプターをスーツケースに入れていたのでなんとかなったのですが、スマホやタブレットを充電したいとき、充電できるケーブルが1セットしかなかったので、同時には充電できず、代わり番号で使っていました。そして次がメイク用品です。大昔の出来事ですが、旅行に出発する前にメイクをして、本来はそのメイク用品をポーチに入れてスーツケースへしまうつもりが、メイクが終わって満足してメイク用品を一切持たずにそのまま旅行へ出発したことがあります。結局家族のものを借りながらなんとかごまかして過ごせたのですが、本当は自分の使い慣れたコスメがあったらなと思っていました。このメイク用品って旅行へ行く前も忘れがちなのですが、なぜか旅行から帰る時もホテルに忘れやすいんですよね。特に帰る日の朝にパッキングをして、そしてその後メイクすると浴室とかに置き忘れる可能性があります。実は先日のチェンマイ旅行の帰国日も、ホテルをチェックアウト中にメイクポーチを部屋に置きっぱなしだったことに気がついて、心臓が止まりそうになりました。次がアホ毛スティックです。普段使わない方へアホ毛スティックとは何かを簡単に説明しますと、ヘアセットの後に前髪や生え際でぴょんぴょん立っているアホ毛を撫でて落ち着かせる透明のマスカラのようなスティックです。メイク用品と同じで、出かける前にメイクして髪の毛をセットしてアホ毛スティックで髪を整えてそのまま忘れるというのが私の典型的なパターンです。アホ毛スティックって韓国とかならすぐに街中で買えそうですが、場所によってはなかなか売っていなさそうですよね。しかも旅行中って写真もたくさん撮るのに、アホ毛が目立っていると他人は気にしないと思いますが、自分は地味にストレスを感じます。次が子供の日焼け止めです。これも先日の国内旅行で実際に忘れたものです。メイク用品、アホ毛スティックと同じ原理で、出発前に子供に日焼け止めを塗って、本来ならばその後バッグに入れるべきところをいつもの棚に戻してそのまま忘れたというパターンです。日焼け止めは現地でも比較的買いやすいですが、子供が小さいうちはできれば使い慣れたものを持っていきたいところです。次がメガネケースです。これは昔ヨーロッパへ旅行するときに忘れました。10時間を超える長距離フライトだったので、家を出る時もコンタクトレンズではなくてメガネをかけて空港へ向かうことにしたんです。そしたらメガネは顔にかけているから忘れなかったんですけど、
メガネケースだけ家に置いてきてしまいました。羽田空港で気がついたので、空港でメガネケースを買おうと思って空ドンキとか見てみたのですが、外国人観光客向けの和服柄のものが2000円くらいして、全然欲しいものがなくて困りました。メガネで出発される方、大事なメガネを守るために空のケースをお忘れなく。次が歯ブラシです。ホテルの備品を使っている方であれば問題ないのですが、日本の小さめヘッドの歯ブラシを使いたい方は要注意です。朝歯磨きに使った歯ブラシを歯ブラシケースに入れるつもりだったのに、身支度している時ってなんだかバタバタしていて、歯を磨いた後歯ブラシを入れるのを忘れてしまい、旅行に行ってみたら歯磨き粉しか持ってきていなかったということありませんか？でも歯ブラシは使い勝手はともかく、世界中で老若男女使うものなので、忘れてもダメージは小さめです。以上が私の忘れやすい持ち物になります。このようにしょっちゅう忘れ物があるので、実は対策もするようにしています。何をするかというと、紙に当日の出発前バッグに入れるもののリストを作っています。旅行出発の 2,3 日前から当日バッグに入れる持ち物を書き出して、そして出発直前にこの紙を見ながら指差し確認をしています。ここに書いてあるものはだいたい忘れずに持っていくことができています。では、なぜつい最近の国内旅行で充電ケーブルや子供の日焼け止めを忘れてしまったのかなんですが、今回は新たな試みで紙ではなくて iPhone のリマインダーを使ってリストを作っていました。リマインダーのいいところは、持っていくものを思いついた瞬間にその場でアプリを開いてメモできるところです。実は充電ケーブルも日焼け止めもちゃんとリストに入力していました。でも出発前、テーブルに物理的なリストがなかったせいで、指差し確認をせずに家を出てしまいました。もしかしたら iPhone のリマインダーアプリも何かアラーム機能とかを駆使していろいろ設定ができるのかもしれませんが、私は紙に書いたリストの方が合っているのかもしれません。もう一つは、毎回忘れがちのものは普段使い用と旅行用に2つ持っておくことです。私が普段使い用と旅行用で2つ持っているものは、まずはヘアブラシです。ヘアブラシは化粧品と違って使用期限もないので、何個持っていても腐りません。あとはやっぱり充電ケーブルです。こちらも自分がよく忘れることを分かっているので、あらかじめ予備を準備しています。そしてたまに歯ブラシです。パッキングの時に新しい歯ブラシを開封して旅行に持って行って、そして家に帰った後、もともと使っていた歯ブラシが古くなったら、旅行で使っていた新しいものに取り替えるということをしています。皆さんは旅の忘れ物対策何かしていますか？他に忘れがちなものありますでしょうか？よかったらコメント欄で教えてください。今日もご視聴ありがとうございました。またねー。